エマニュエル・シャルパンティエ博士は1968年フランス・パリ郊外のジュビジー・シュロルジュで生まれました。子供の頃からピアノを弾くことが大好きで、将来はバレエダンサーになることを夢見ていた博士。勉強では生物が得意だった博士は1991年パリ第六大学生物学部に入学します。大学卒業後パッスール研究所大学院へと進み、1995年抗生物質の耐性菌に関する研究で博士号を取得。その後アメリカで細菌学研究の研鑽を積んだ後、2002年ウィーン大学の細菌学と免疫生物学の助教授となります。ジェニファー・ダウドナ博士は1964年ハワイ島広島で生まれました。ハワイ島の大自然の中でのびのびと少女時代を過ごした博士。中学時代から自然の仕組みへの好奇心を深めていた博士は1981年生物学を学ぶべくカリフォルニアのポモナカレッジ生物学部に入学。卒業後1985年にハーバード大学医学大学院へ進んだ博士は1989年リボザイムと呼ばれる RNA 酵素の研究で博士号を取得します。そして2002年カリフォルニア大学バークレー校の生化学と分子生物学の教授に就任します。1987年大阪大学の石野吉住博士の研究チームにより大腸菌の DNA 内部に奇妙に繰り返される塩基配列の存在が明らかとなります。この塩基配列は後にクリスパーと呼ばれるようになりますが、その生物学的な機能についてはまだ謎のままでした。ウィーン大学で RNA 分子の調整機能について研究を続けていたシャルパンティエ博士はこの研究の過程でクリスパーに関心を持つようになります。2009年スウェーデンのウメオ大学の助教授となった博士は研究の過程である仮説を立てます。それは可能連鎖球菌のゲノム内に存在するCas9という酵素タンパク質と2つの RNA 酵素がこの細菌の免疫システムにおいて重要な役割を果たしているのではないかというものでした。一方バークレーで RNA の役割を研究し続けていたダウドナ博士はクリスパーと細菌の免疫システムに関するこの仮説を知り RNA がこれにどのように機能しているのかさらなる研究を続けていました。そして2011年3月2人の女性科学者はプエルトリコで行われた微生物学会で初めて顔を合わせます。そしてお互いの研究テーマに関して意気投合した2人はすぐに細菌の免疫システムについて共同研究を開始します。細菌のクリスパーシステムは侵入してきたウイルスの DNA をCas9の酵素タンパク質によってバラバラに断片化し、さらにその中で特定の塩基配列を持つ DNA の断片を細菌自身のクリスパー内に取り込み記憶保存します。すでに侵入したことがあるウイルスが再び細菌内に侵入するとクリスパー内に記憶保存された DNA をもとに再侵入したウイルスの DNA を照合して見つけ出します。そして RNA がガイド役となってCas9をウイルスの DNA へと誘導。Cas9はターゲットとなるウイルスの DNA を切断します。さらに博士らはガイド役となる RNA を合成し再設計した Cas9 とともに細胞内に導入。これによりたとえターゲットとなる DNA が複数あっても
ピンポイントで探し当て切断できることを明らかにしました。切断されたターゲットの DNA は細胞の修復機構により再接合します。しかし DNA の塩基配列の一部が欠けていたり、他の配列が挿入されて変異が起こることがあります。そうした際も別の正常な遺伝子を Cas9 とともに細胞内に導入すれば、狙った場所にこの遺伝子を組み入れ修復を行うことができるのです。クリスパー・キャスと名付けられたこの画期的なゲノム編集技術は、それまでの技術に比べ圧倒的に容易で正確かつ経済的で高い汎用性があるため、瞬く間に世界中の研究者へと拡大。遺伝子治療、医薬品開発、植物改変などさまざまな分野へ応用される可能性が生まれました。生命の進化の過程を変えることができる革命的ともいえるゲノム編集技術は、私たちの未来に豊かな成果をもたらすものと期待されています。両博士の革新的な研究成果は世界中で大きな反響を呼び、数多くの科学賞を受賞しています。難病解決のため遺伝子資料の研究に生かしてほしい。干ばつに強い農作物の開発も期待している。シャルパンティエ博士の言葉には、この技術の健全な利用への願いが込められています。さまざまな場で研究者との交流を重ねながら、遺伝子編集技術の未来について今も博士は先進的役割を果たし続けています。ゲノム編集は未知の部分が多い。人受精卵への応用はまだリスクが高く、倫理面の議論が必要です。ダウドナ博士はそう力説します。ゲノム編集の技術が急速に進むにつれ、生命倫理や生物多様性に及ぼす問題への関心が高まっています。新たな課題を多くの研究者と話し合いながら、博士はゲノム編集のさらなる可能性を追求し続けています。自分の考えを信じて直感に従い、物事を決めつけず新しいアイデアを取り入れる柔軟な態度を保つようにしてください。好奇心、柔軟な態度、そして知識と理解への探求心がクリスパー・キャスの発見につながりました。今回の受賞が皆さんが好奇心を育み、感受性を養い、根本的な疑問を持つ上での励みとなることを願っています。科学の本質は発見です。事実を暗記するのではなく、未知なるものを解き明かし、疑問にどのように答えを出すかが肝心です。研究を進める上で偶然の巡り合わせや観察結果をたどれば、興味深い事柄を見出すことができるはずです。他者と協力し合い、発見の喜びを分かち合えることも科学の魅力です。科学は楽しいものですよ。